はい、こんにちは。山下夏美です。4月11日土曜日。この日は、伊豆トリップをしてきました。3ポイント4ラウンドかな。やっていったので、ぜひ、最後までご視聴よろしくお願いします。ポイントによって全然波が違うんでね。スタートは、伊豆トリップの定番の熱川スタートで入ってきました。サイドの風が強くて、波面は整ってたんですけど、結構難易度が高くて、基本はフロントメインだったかなっていう風に思います、スキムに関しては。で、波サイズもかなりあったので、サーフィンの方がまだ可能性としてできる波は多かったかなっていう風には思います。ただ僕がサーフィンするにはまだこの時間少し潮が高かったから、スキムをメインでやっていってます。メインはこのフロントサイド。サーファーの人とかもね、左右乗ってたので、乗れる波はおそらくあったかなと思います。ここ一回僕もアウト出てみたんですけど、結構見た目以上に乗れる波が少なかったので、すぐにスキムに切り替えてる感じです。インサイドのこのフロントサイドをメインで狙っていく感じ。流しとラップライン。これいいですね、フロントラップライン。その両方をメインで狙っていく感じです。たまにバックサイドとかも来てたんで、そういうのは逃さないようにしながら、こんな感じでフロントサイドをメインで狙ってます。結構この先端を取りに行くのが難しくて、当てた後にこういう風に波の前に出れればいいんですけど、できれないことが結構多かったかなっていう風に思います。そういう時はもうパンピング踏むか腰落として自然と出れるのを待つしかないですね。これはバックサイドでラップ。いいですね。ラップライン。ボードキャッチまで。たまにこういうのが来てたんで、それは、やや風に抗いながらですが、狙っていってます。これちょっと今、テイクオフが、風の影響でブレてたから、ターンもちょっと雑になっちゃったかな。ちょっとややへっぴり腰的なテイクオフになっちゃってたんで、その分一旦安定しなかった。逆にしっかりこういうフロントサイドをモンキークロール使って板を安定させるっていうのを、この辺からより意識してやってます。結構先端行けば行くほどパワーがなかったからね、見た目以上になかなか難しい波ではあったんですが、この辺は左右取りつつ、このライナーはちょっと早かったかな。ライナーは基本ブレーク早かったので、体感あんまり良くはなかったかな。基本はこのフロントサイドを狙いつつ、同じラインぐらいにバックサイドラップが来るってことがあったので、これとかも悪くないんですけど、こういう狙いをメインでやってます。なかなかの傾斜がついてたんですけどね、このビーチ。なかなかその傾斜を利用して、うまく合わせるっていうのがちょっとしづらい条件ではあったんじゃないかなっていう風に思います。このライナーいいですね。ナイスフロントサイド。で、ここからですね、ちょっとポイントを移動しまして、河津浜海岸に行きました。ちょうど土満潮から引き始めぐらいの時間かな。もともとちょっとこの後もう一回出てくるから紹介するんですけど、今井浜海岸この後行くんですけど、そっちをメインで狙うつもりだったんですが、チェックしたらここが思いのほか結構めったにできることがないんで、このフロントサイドナイスターン、このライナー気味というか斜め波、こういう斜め波を狙うビーチなんですけど、今まで見たことないぐらい波サイズも入ってたんで、ちょっとここでやっていきました。一旦かなり上級者向けのポイントですね。波はそこまで遠くはないんですけど、まずこのビーチはその傾斜がまずない。結構真っ平ら。このフロントサイドのライナーを取るのにもやっぱりちょっとかなり走る必要がある。波は近いんだけど真っ平らだから結構走んないと加速して取れない。で、あとはかなりね砂利が多いというか、もうほぼ石が転がってるようなビーチなんで、かなり危険だっていうのもあって上級者向けかなっていう風に
思います。ただ狙えばメインはフロントサイドライナー、レフト側の波の流しで、そう、この日は珍しくバックサイドラップもこんな感じで狙えたかな。ちょうど水が集まってくることがあったので、その中心あたりに。そういうのを狙ってラップがごく稀にって感じでしたね。ラップラインですね。どっちかっていうと巻かないので。基本はこうやってフロントサイドの斜め波であったりとか、ちょっと開いてきそうな波をメインで狙いつつって感じです。必ずね、ギャップ1枚であったりとか、そういうのを対処する必要はあったんですけど、乗れたら面白い波だったんじゃないかなと思います。いいですね。そう、最後もがね、結構巻かないというか、水量の影響で難しかったんですけど、そこをうまく対処しながら乗る感じ。このバックサイドライナーいいですね。そう、こういうバックサイドを見逃せない。たまにあるんでね。ターンして、スピナー、180。この辺はバックサイドが結構狙えるじゃんっていう波が多かったというよりかはフロントがちょっと行きづらかったかな。この一瞬だけ。この辺からまたフロントサイドメインになっていくかな。いいですね。最後3ショービットまで。これはいいですね。しっかりレールを入れてコンプリート。なかなかめったにこんなに決まることがないビーチなんでね、結構面白く練習できてたかなっていうふうに思います。見た目以上に難易度は高いかなというふうに思います。波の距離に対しての難易度がかなり高いかなっていうふうに思う。これはライナー側。いいですね、バックサイドターンで。3ショービットまで。いいですね。この最後のね、巻かない波が結構、ほんと波によって違ったので、それが結構難しいというか、これは最後もうちょい流せるのか、スープで終わっちゃうのかみたいな見極めが結構難しい。例えばこれとかだったらちょっと巻かずに終わるから腰を落とすしかない。これはバックサイドライナー側だけどよく前出ましたね。今の残ってる場所なかったんですけど。さあこれはフロントサイドで、これもっとね手前で当ててもいいかもしれないんだけど、結局この先端に最後今スープでもややつながってたので、そこの狙い目というよりか、狙い方が人によってちょっと変わってくるかなっていうふうに思います。僕みたいにちょっと先端出ながら長乗りしちゃいよって方はできるだけ先端狙った方が良かったかな。パワーがなくても。逆にインサイドでそんなロングライドできなくてもパワーのある波でターンできればいいやっていう人だったら、こういう合わせ方ですね。そっから今みたいに波の前に出れたら十分って感じだったと思います。そう、こういう感じで根元から当ててパンピングして前に出る。これが結構インサイドでも当てれる波の狙い方だったかな。ナイス。いい取り方ですね、今のも。しっかりパンピングしていい感じ。いいライディングだね、今のも。さあ、ここからですね、ある程度潮が引いてきたので、ちょっと当初の狙いに行こうと思ってたポイントに歩いて移動していってます。河津浜からね、もう非常に近いんで、徒歩10分ぐらいでメインのビーチまで行けるんでね。ちょっとここは裏道というか近道っぽいんですけど、ビーチから遠い側ですね。河津から行くとちょっとややメインのところまで遠いんですが、はい、今井浜着いたんで、ここでかなり潮が引いてたんでサーフィンしていきました。
間違いなく僕のスカーフィングスキムでこのサーフィンするスカーフィンのやってきたビーチの中で一番難しかったかなっていうふうに思います。まずアウトに出れないっていうのと、速い波とこういう風な感じでちょっと軽い波の見極めがつかないっていうのがかなり難しかったかな。ただレギュラーの形はすごい綺麗で、グーフィーも着てたけどちょっと形がね潰れちゃうことが多かったかな、こんな感じで。なので結構難しかった。かなりちょっと難易度高かったんで、ここで少し片側の方に戻りながらチェックしたらね、片側サーフィン波少し来てたので、4ラウンド目片側でサーフィンしてきました。この時間もサーフィンが結構良かったんですが、先ほどの朝僕が1回やった時間より、ちょっとサイズが落ちて少しやりやすかったかな、僕にとっては。朝はほとんど乗れなかったんですけど、この時間は結構まだ乗れた方だったかな。基本はレギュラーを狙いながらって感じです。結構難易度高かったから、その波のポジションを読むのは結構難しかったんじゃないかなっていうふうに思います。これはバックサイドワンアクション。テイクオフしてスピナー。これはちょっともうダンパーだから終わっちゃうかな。さあ、これうまい具合に立ちましたね。最後はアクション狙い。ただちょっとダンパーのとこに弾かれたかな。さてテイクオフして、これも捕まっちゃうか。ちょっともったいない。かなりね、ちょっと難しめで、サーフィンやっていったんですけど、この辺りは結構苦戦しながらって感じです。どんどんね、この時間潮が引いてってたんで、より波もパワーなくなってきてる、プラスブレイクも速くなってたんでね、なかなかちょっといいライディングを狙いづらかったんじゃないかなっていうふうに思います。久しぶりのこの伊豆トリップで3カ所、結構どこでもいい波は少し乗れたかな。ワンライディングぐらいは必ず乗れてたんで、いいトリップができたんじゃないかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。